皆さんこんにちは。バゲッジのゆかです。今日は海外での警戒レベルの比較的高い都市で危険な目に遭わないために、私が普段どんなバッグとその中身で街歩きをしているかご紹介します。それでは行ってみましょう。はい、これは私が以前訪れたニューヨークで実際に街歩きした時の装備です。こんな感じでバッグ、そしてスマホなどを持ち歩いていました。まずパスポートです。海外ではこれが唯一の身分証明書になりますので、外出の時は必ず身につけています。私は無地のメッシュケースの中に入れて、Amazon で買った大きな安全ピンでパンツの内側につけています。ここには予備のクレジットカードも1枚入れています。財布に入れる方のクレジットカードについては後ほどご紹介します。万一に備えて私はパスポートのコピーをスーツケースの方にも入れています。スマホは5つ目のストラップを選んで上着の下に斜め掛けします。このため春夏の暑い時期も薄いシャツを羽織ることが多いです。ストラップはいかにもストラップに見えるものよりも幅広のちょっとファッション性が高いものの方がそれらしく見えなくて良いのではないかと思っています。ニューヨークの地下鉄やバスの改札ではクレジットカードのタッチ決済やスマホをかざす Apple Pay や ID を使うので、右側に来るようにかけておくと最小限のアクションでタッチすることができます。こういった公共交通でのタッチ決済は日本をはじめ世界中の都市で進んでいるので本当に便利になりました。持ち歩きのバッグそのものはレスポートサックのモバイルショルダーバッグです。これは集英社の旅行ガイドブックヒトリップの著者のヒトリッピーさん監修のもので、もともと iPad やノート PC を持ち運ぶためのバッグなのでクッション性もあるので型崩れなく持ち歩けるのも良いところです。 A4 の書類が楽に入る大きさでマチはありません。私はこのストラップをギリギリまで短くして腕でしっかり抱えるようにして持ち歩いています。もちろんストラップを伸ばせば斜め掛けすることもできます。腕で抱えるスタイルの方が、私は安心感があるのでいつも短くしています。また細かいところなんですが、釣り対策に有効なポイントとしてファスナーを閉めた時のつまみは必ず前方に来るようにしています。激しい円安で水代もバカにならないため、水筒は常にくっつけて持ち歩いていました。ニューヨークの街中にも給水ポイントが結構あって便利でした。この水筒、結構使用感があるんですけれども、これは IKEA のものです。それではバッグの中身です。はい、まずは財布です。旅行用の財布は無地のトラベルウォレットをバッグにしっかりつなげています。実際普段持ち歩いている財布から使うものだけをこちらに選んで写しています。この小銭入れのところに家の鍵ですね、あとエアタグ、はい、そしてクレジットカードやホテルのカードキー、そして5000円分ほどの現地通貨です。ニューヨークではチップが必要な時もたまにありましたので、1ドルと5ドルの紙幣が何枚かあると便利でした。あと中華街の安いお店や屋台なんかでは現金のみというところも案外ありました。現地の、現金は私はいつもクレジットカードを使って ATM でキャッシングしています。日本円を両替するのと
手数料はそれほど変わらないからです。クレジットカードはブランド違いでビザとマスターを持っていて、1枚は財布とは別のところに入れておきます。利用するとすぐにショートメッセージや LINE でお知らせが来る設定がありますので便利です。私はビザカードを使うとすぐ LINE に連絡が入るようにしています。最近は利便性の高い国際デビットカードの WISE を使うようになりました。これはアプリやサイトから安い手数料で簡単に通貨の取引ができるカードで、最近は海外の仕事をすると WISE に振り込まれるということも増えてきました。旅先ではデビットカードとして使えるので、例えば自分で決めた上限を入れておいてその範囲で使えるから安心です。現地の ATM で現地通貨を引き出すこともできます。また使うたびにアプリに履歴が残るので防犯対策にもなります。さらにもし盗難や紛失にあった場合、アプリからの操作ですぐに止めることができます。こちらAirTagです。AirTagはスマホから離れるとアラートが鳴って場所を教えてくれるというものです。これは防犯のためというよりは私は今までスリに会ったことはないのですが、国内外で自ら財布をいろんなところに置き忘れるという常習犯なので、そのための対策です。ティッシュやのど飴、日焼け止めなどこまごましたものはこれら無地の組み合わせられる収納ケースに入れています。マチが薄めなのでバックインバッグとして普段からとても重宝しています。中身は鏡ですね。あと無地の除菌シート、ウェットティッシュです。こちら無地の竹 100% ポケットティッシュ、こちらも無地で日焼け止めジェル、そして、ハンドクリーム、あとは、喉すっきりタブレット、場合により変わりますがこんなものが入っています。海外旅行保険の証書や航空券の e チケット、ホテルのバウチャーなども A4 のクリアファイルに入れて持ち歩いています。すべて画像としてスマホにも入っているんですが、もしスマホがなくなったり使えなくなったりした時のために一応紙でも持っていきます。クリアファイルが 1,2 枚あるとその他書類を挟んでおくのに便利です。買い物が増えた時のためのエコバッグ、これは IKEA のものです。ちょっと広げてみます。はい、標準的なサイズですね。で、本腰を入れて買い出しするときにはこちらです。大容量で丈夫なアルティメットライトバックパックトートを持っていきます。他には、1万ミリアンペアの、ちょっと容量の多いモバイルバッテリー、そして無地の折りたたみ傘です。私どこに行っても雨を降らせてしまうという伝説の雨女で、しかもいつも資料としての買い物がすごく多いので、天気予報がどうであれ傘は持ち歩いています。傘は暗くても目立つように明るいグレーを選びました。以上が警戒レベルの比較的高いところでの街歩きのための装備ですが、そもそもこういった場所では物腰から気をつけることにしています。まず滞在する周辺や出かける先の地理を把握しておいて、 Google マップのストリートビューで見ておく。視覚的な情報は意外と記憶に残るものです。それと常に東西南北を意識して目的地まではできるだけキョロキョロせずに早歩きするようにしています。つまりできるだけ現地の人に溶け込むことです。
ニューヨークは東京よりも歩くスピードが速かったので、ちょっと焦りましたが、数日滞在すると慣れました。あと、スマホを触らなければならないときは、安全そうな場所を選んで手短に済ませます。あと、仕事柄スマホで撮影をしなければならないときも、十分に周りを見てさりげなく撮影します。その時もバッグは必ず抱きしめたままです。本当は生き慣れて地理も頭に入っているアジアなら、ここまで厳重な装備はしないという話をしようとも思ったんですけれども、最近は身近な友人が安全と言われている場所でも被害に遭ったりしているので、気をつけすぎて悪いことはないと思います。それではまた。